こんにちは。ずんだもんなのだ。今日はアフリカのど真ん中にある大きな国、コンゴ民主共和国をテーマにお届けするのだ。豊かな森と鉱物資源に恵まれている一方で、長く続く紛争や政治の混乱に悩まされている国でもあるのだ。今回紹介するニュースは全部で3つ。その中でも一押しは3つ目のニュースなのだ。コンゴ民主共和国の東部、イトゥリ州の社会、政治関係者たちが M23 という反乱軍の進撃に対して防衛体制を大幅に強化してほしいと強く訴えているのだ。 M23 はルワンダの支援を受けているとされていて、最近ウビア市を制圧したことで周辺の州にも危険が広がると警戒されているのだ。現場では国連などの外交努力だけではもう限界が見えてきているとして、ヒセケリ大統領に対し反乱軍の前進を直ちに止めるためのより強い対策を求めているのだ。さらに若者や地元の武装勢力に国家防衛予備軍 RAD への参加を呼びかけ、人権団体も民兵たちに国家との戦闘をやめて RAD に合流し、領土防衛に協力するよう訴えているのだ。国内の対立は一旦脇に置いて、国民全体で愛国心を持ってこの危機に立ち向かおうという呼びかけが広がっているのだ。この後他のニュースも合わせてコンゴ民主共和国で今何が起きているのか順番に見ていくのだ。コンゴ民主共和国は中央アフリカにあり、首都はキンシャサなのだ。ベルギー植民地時代を経て1960年に独立し、その後の内戦や政変を経た現在は大統領中心の政治体制なのだ。人口はおよそ1億人で、コバルトや銅など豊富な鉱物資源と農業が主要産業。コンゴ、ルンバなど音楽文化も豊かなのだ。近年は東部の武装衝突や資源開発、電池需要増でのコバルト採掘が国際的に注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。土砂崩れでゴマ中心街と SNCC 港の間の交通に支障という記事なのだ。コンゴ民主共和国のゴマで港へ向かう重要な道路で土砂崩れが起きたのだ。場所はもうゴマの斜面で備前木マナ港の近くなのだ。金曜日の午後、土焼き岩が崩れ落ちて舗装道路およそ100メートルが埋まり、港への交通が一時的に遮断されたのだ。ただし人的被害は報告されていないのだ。技術チームと救助隊が出動して土砂を除去し、24日の日曜日には公共港へのアクセスは再開されたのだ。しかし崩落は完全には終わっておらず、周辺住民の家屋が危険にさらされているのだ。住民たちはこの経済的に重要な幹線道路を守るため、当局に長期的な防災対策を求めているのだ。二つ目のニュースなのだ。コンゴ、セントラル州の2026年予算案が否決という記事なのだ。2025年12月13日、コンゴ民主共和国の州、コンゴセントラルの州とまたりで、州議会が2026年の州予算案を審議したのだ。出席した31人の州議会議員のうち、20人が反対、10人が賛成で、予算案は受理せずとされ、正式に却下されたのだ。報告担当のビリーン・トゥンガ議員によると、担当大臣は質問に答えたものの、多くの議員が自分たちの懸念が十分に反映されていないと判断したのだ。その数時間後、州知事ブラースン・クアンガマス・アンギリロロが2025年12月15日に臨時の収穫儀を招集し、2026年予算に関する新たな修例案を検討することにしたのだ。3つ目のニュースなのだ。イトゥリ州の社会政治関係者が M23 の進撃に対し防衛強化を要請という記事なのだ。コンゴ民主共和国のイトゥリ州の政治家や市民団体の人たちが M23 反乱軍の進撃に強い危機感を示しているのだ。M23 はルワンダの支援を受けていて、最近のウビア市の陥落で周辺州への道が開かれたと警告しているのだ。彼らは国連などの外交だけでは不十分で、
現場の力関係に限界が見えたとして、ヒセケリ大統領に防衛体制の大幅強化と反乱軍の前進を直ちに止める強い措置を求めているのだ。また、若者や地元武装勢力に国家防衛予備軍 RAD への参加を呼びかけ、人権団体 COADHO も民兵に対し、国家との戦闘をやめて RAD に合流し、領土防衛に協力するよう訴えているのだ。さらに、国内の対立を脇に置き、国民全体で愛国心を持って危機に立ち向かおうと呼びかけているのだ。ずんだもん、災害、政治、治安の課題、国民と指導者が連携して安全と安定を取り戻すなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。